はい、長島です。今回は MLB の選手、ハビア・バイエズ選手についてやっていきたいと思います。今回の動画では、バットの加速距離の伸ばし方、そしてヒッチコック、フライングエルボーといってトップハンドを高く上げる、これの使い方について、やっていきたいと思います。ですので、主に飛距離を伸ばしたい、強い力を伝えたい方にはおすすめの動画になってますので、ぜひご覧になってみてください。このチャンネルでは野球に関する有用な情報やアドバイスを配信して皆様のお役に立てればと思っております。ご興味があればチャンネル登録していただけると、このチャンネルが活性化して皆様により良い情報を送れますのでよろしくお願いします。今回ですね、このバイエズ選手をやっていくんですけども、実際調べてみてやはり思ったのは、このバットが細かく動くんですよね。特にヘッドをかなり動かしながらバッティングをしていく。つまり最初にお話ししたこの加速距離、バットのこの加速していく距離をうまく稼いでいく、それをうまく利用している選手だという印象を受けました。プロフィールからお話ししていきたいんですけれども、1992年、27歳ですね。183センチの86キロ、右投げ右打ちです。で、主にショート、セカンドもやったりします。内野手ですね。そしてチーム、所属はですね、シカゴカブスです。今、ダルビッシュ選手と、同じチームになると思うんですけれども、出身はプエルトリコになります。そしてですね、近年3年間、でですね、20本以上の本塁打を打っていて、ここのところの成績で言うとですね、2016年にはリーグチャンピオンシップの、MVP、取ってますし、2017年には WBC の第4回、それのですね、二塁手、セカンドの MVP も取ってます。そして2018年、この時が最も、打率もよく 2割9分ぐらい打ってたんですけれども、そこでですね、打点王になってます。そしてシルバースラッガー賞って言って、日本ではちょっと聞き慣れないんですけれども、日本でいう、打撃部門だけのベストナインです。それの、ショートとして選ばれたという感じですね。つまり打撃に関しては今かなり伸び盛りの選手、と言っても過言ではないと思います。そしてですね、今回、これ調べていく上でなかなか本人の、主観的な要素っていうのは僕はちょっと英語がよくわからないので、得ることができなかったので、動作を見たところから得られる情報、そこからですね、客観的な動作の仕組みを説明していきたいと思います。動きで言うとですね、最初バットを肩に乗せている状態なんですけども、踏み出し足を軸足の方に寄せていく瞬間に一回ヘッドを立てます。ヘッドを立てて、最も軸足に体重が乗った時にヘッドが下がると。ヘッドが下がる。上げて下がる。そしてここで踏み出していく最中に、ここからまたヘッドが立っていくと。そこから振り出していくという形になります。つまりここからこういう形で振っていくんですね。で、このヘッドが立って動いていくということに関して、フライングエルボー、肘が高く上がる。そしてヘッドのこの加速距離を伸ばしてあげる。そういったところにつながるんですが、今回3つポイントを挙げていきたいと思うんですけども、まず1つは上肢、腕の位置関係ですね。これをまずしっかり理解すること。そしてバットの方向性、そしてボトムハンドが必ず先行して行われる。この3つがとても重要になってきますので、お話ししていきたいと思います。で、まず上肢、腕の位置関係なんですけども、この、構えたところからですね、このトップの位置を作って振り出していく最中、この間にいろいろヒッチだったりとかコック、フライングエルボーというものが動いて使われるわけですけれども、この最中に変わらない位置というのは前腕です。前腕の左右、ボトムハンド、トップハンド、この位置関係が変わらないことがとても重要になります。これが安定したバッティングにつなげるためにも重要になってきますので、このかなりヘッドを動かしていく動作なので、やっぱりここは不安定になりやすいんですけれども、ここで安定させるというのがとても重要になります。ではどういう風な形になっているかというと、基本的にはですね、バイエズ選手も、インパクトの瞬間っていうのは両肘が屈曲している状態になっていることがほとんどなんですけれども、ということはですね、グリップの位置っていうのは締めているというよりはちょっと緩やかな感じで握っているはずです。そうすると両肘がインパクトの時に開いている状態、近いところで当たるという形になるので、この形を作る上で重要なのは、まずですね、両手とも前腕です。この前腕、肘より先の部分の
長軸、長い方向に対して必ずバットがあるってことです。どちらもですね。つまり手首が返ったりこう曲がったりこうしてないってことです。いわゆる中間位と言われるんですけども、この状態を両手とも維持している。これはですね、おそらくヒッチコック使わずにもやる方でも、共通してここはあった方がいい、知識だと思うんですけれども、つまりですね、こうよく僕が動画で説明しているのは、トップハンドの場合は力を伝えるために前腕の長軸でグリップをしっかり支えられるようにしましょう。これが仮に手首が反っていたりとか曲がっていたりすると、バットに伝わるエネルギーというのがうまくいかないと。なのでしっかり長軸に合わせると。でこれは引き手、いわゆるボトムハンド側でも同じようなことが言えます。つまりバットをですね、こう仮にこう手前にこう引く動作、こちら側に引く動作があった時に、皆さんこう手首をわざわざ返して引きますから、これ全然力が入んないです。逆に手首を曲げた状態で引くことも力が入んないです。つまり前腕の長軸方向にバットがあって引くことによって一番強く引っ張ることができるんですね。でこの状態をボトムハンドもトップハンドも作らなきゃいけないというか、作っておくと安定したスイングができるっていうことです。でこの位置関係を、ヒッチコック、どの動きをした時でも崩さずに動かしてあげる。これができていると安定したスイングにつながります。まさにバイエズ選手はたくさんこれ動くんですけども、この位置関係が崩れないというのがやはり特徴的というか、安定した形を作れるというところになっています。でまずこれが腕の位置関係というところになります。でそれとも関連してくるんですが、バット、主にヘッドが動いていく際に重要なポイント、これはですね、トップハンドの頭斜屈の動きでしか、方向でしかバットが動いてないっていうことです。つまりここで先ほどお伝えしたみたいに、バットが立って足を上げてで寝ていきます。そこで踏み出していく時にこう立っていく動作、この動きをしている最中でもバットの方向性というのはトップハンドに対して長軸方向でしか動いてないわけです。つまりこういう動きですね。こういう動きです。長軸です。長い方向に対して動いてるだけで、あまりよろしくない動き方っていうのは長軸に対して横に動くことです。長軸なのでこういう今角度ですよね。こういう角度であるので、バットがこれに対して横にこう動いたりブレたりするのは長軸から外れている動きになります。そうすると前腕の界内外という動き使わなきゃいけなくなったりとか、体に近いところの筋肉を使いにくくなってくるので、トップハンドの長軸からは絶対にブレない。でボトムハンドはそれにつられて形を変えていく。これもですね、結果先ほどお伝えしたみたいに長軸からバットがずれない位置を操作しながら、この位置関係をしっかり作ってあげるんですね。これがとても重要になります。つまりここから寝かせた状態からヘッドがこのように立ってきますよね。この立ってる状態、立っていく時も実はこれはですね、皆さんももうご存知かもしれませんが、立っているっていうのはこのスイングプレーンの逆戻しをしているっていうことです。つまり当たる位置、ある程度想定したインパクトゾーンから逆戻りしていって、いわゆるトップの位置が形成されます。でこのままさらに逆戻ししていくと、これがフライングエルボー、トップハンドの肘が張っていって、さらにバットがこの内側に入っていく、頭の方向に入っていく、これがポイントになってくるんですね。このインパクトからの逆戻しのトップからさらに戻っていく位置がフライングエルボー、そしてヒッチコックで使われていく方向性になります。でこの瞬間にしっかり長軸方向からずれずにこの位置関係を作ってあげる。これがとても重要になってきます。そして3つ目、これはボトムハンドを先行させる。これなんですけれども、特にですね、これだけ大きいフライングエルボー、肘を高く上げてヒッチコックをうまく使っていくとですね、どうしてもトップハンドで持っていきたくなる気持ちが強くなります。こちらがよく動いているわけなので。ただこれはですね、どう考えてもトップハンドが主体で動いた場合、必ずヘッドは遠回りしていきます。近くを通ることができません。なので振り出す瞬間っていうのはボトムハンド側で引く動作、これが必ず先行しないとダメです。これはですね、トップハンドを主に使う選手に限らず、もちろんボトムハンドで優先的に進んでいく選手もそうなんですけども、必ず最初に、ボトムハンドで引っ張る動作がないとヘッドが近くを通ってくれないんですね。もしこちらのボトムハンドが効かずにですね、トップハンドでいくとこういう形になります。やはりヘッドがどんどん遠回りしていく、体から離れていくので
いわゆるドアスイングだったりとか振り遅れ、詰まったりとかですね、そういったことにつながります。ボトムハンドを先行して引っ張ってあげる。そのことによって今反動で使ったこのトップハンドの力をうまく近いところから通してバッティングにつなげることができる。そういった感じでですね、このスイングの構成をしていくと、このヒッチ、コック、フライングエルボー、そういったところを上手に使うバッティングができると思いますので、ぜひ試してみてください。今回の動画が少しでもためになったなと思うようでしたら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると、このチャンネルが活性化して皆様により良い情報を送れますので、よろしくお願いします。